車好きラリーチャンネルのヒラリーです。今日はカローラツーリング。この車ね、自分初めて見た時からすごくかっこいいと思いましたし、今でもそう思っています。なのでこの見た目に関する部分の話とか、それから車を見ながら見ている時に思ったこと、あと世界的にライバルである VW ゴルフ。ゴルフと比較した時にね、カローラだってこんなにすごいんだぜとか、乗ったら意外と似ているとか、そういった部分もあるよねと。そんなに変わらないよねと感じる部分もあったりするので、そうした点なんかをね、挙げていきたいなと思います。で、まず見た目に関する部分なんですけれども、やっぱりね、一番は、このボディデザインが特別感がなくて、でもスタイリッシュ。ここがね、すごいなと思います。惹かれるところ。部品点数を増やしてね、いろんなものをつけたりなんかして、コテコテさせる方向でかっこよくとか、おお、すごいねと。もうなんかよくわかんないけど、すごいねと。そのうち見慣れたらきっとかっこよく見えるよね、みたいなデザインも結構ある中で、カローラツーリングはね、そうしたところがなくて、でもスタイリッシュというのがね、優れていると思います。あと、フロントマスクなんか見てみても、地味じゃないですよね。メッキパーツがすごい使われているとか、威圧感を出しているとか、エアロパーツみたいな部品でね、着飾っているとか、そうした方向ではないけれども、やっぱりね、シュッとしていて、シャキッとしていて、知的にも見えますしね。このあたりがね、すごくいいなと。逆に、人畜無害な方向というかね、親しみやすい方向にしていくと、どうしてもね、地味に感じられる車が多くなっちゃう。でもそうではないのでね、やっぱり特別感がなくて、でもスタイリッシュというのはね、このフロントマスクからも感じられます。それから、横から見た時とか、斜め後ろから見た時のボディ上部の部分。ツーリングということでね、ワゴンボディで、でもね、上の方がね、結構絞られているんですね。そんなに背も高くなくて、で、上の方は内側に絞られるような形状をしているので、このあたりがね、スタイリッシュです。やっぱりここもね、飾ったりする、コテコテしてるわけではなくて、スルッとしているんですけれども、でもね、スタイリッシュに見える。この形状でしょうかね。その分ね、リアシートとか、機体ほどは広くない、頭上とかもそんなに余裕があるわけではないんですけれども、そこはね、さすがトヨタ様と言いますか、プロボックスとかありますし、あと併売されているフィールダーなんていうのもね、ありますからね。このツーリングはやっぱりかっこよさを求めているなんていうところがね、感じられます。でね、ほんとね、その特別感なくてかっこいいという方向ですと、乗りやすいというのもね、出てきます。それは、ね、運転席に座った時の見え方とか、あとはね、もうほんとプリウスみたいにね、もう特別ね、見た目重視でいっちゃうと、どうしてもね、乗りにくさっていうのが出てきたりもします。で、カローラツーリングとか、カローラファミリー全般だね。たとえカローラクロスとか大きくなっても、すごく運転しやすいですから、こうしたあたりね、やっぱりカローラの魅力じゃないかと。ということでね、車を見ながら思ったことを述べているシーンがありますので、ちょっとね、それを挟みます。どうも、ヒラリー男爵です。今日はね、ワゴンボディのツーリングということで、ちょっとね、この辺りを見ていきたいなと思います。やっぱりね、ワゴンというと、イメージがいいです。昔のね、セダンかワゴンかの時代から通じるイメージなんですけれども、そう、やっぱりね、スタイリッシュです。後ろのがスタイリッシュにボディデザインが優先されていて、そのイメージがいい。それからね、もう一つあります。ワゴンっていうとね、なんか自分の中のイメージですと、そのイギリスとかね、ヨーロッパの方で、ワンちゃんとかね、いろいろご家族を乗せてドライブに行く。そのあたりってね、優雅でお上品なね、なんていうのかな、ハイクラスな生活を想像させてくれますから、やっぱりね、このあたりイメージがすごくいいです。で、あとね、ちょっと自分たちならではというところで取り上げたいところが一つ二つあります。まずね、このテールゲートのここの素材です。これね、一般的な鉄板ではなくて樹脂なんですね。仙台のフィールダーもそうですし、このツーリングもそうです。叩きますね。結構強く叩いてもここ音響かないです。この辺から入り込んでくる音がすごく少なくて、この車、じゃあ続きましては、トヨタとかカローラってすごいよねと、そう感じる点なんかをね、話をさせてください。やっぱり自分もね、日本人として、称賛したいというか、誇らしいというか、そういった気持ちにさせてくれるトヨタとかカローラ。なので、たまにはね、いい話なんていうのもね、してみたくなります。では、まずはね、社名と世界累計販売台数に関する話です。
このカローラという社名がね、なんで変えないのかなって思われたことありません？もっとフレッシュな名前がいいとか、他のメーカーはね、もうどんどん新しい名前を採用してきている。でもトヨタのカローラって名前変わらないよねと、違う名前だったらいいななんていうのはね、自分も思うことがありますけれども、でもね、カローラっていうのは多分変えられない理由があると思います。その一つがね、世界の累計販売台数でトップを競う車ということです。カローラがね、今までの世界累計販売台数で1位なんですよね。もうこれはすごい。もうめちゃくちゃすごいです。で、このカローラがね、1966年、なので今から見て60年ぐらい前かな、にデビューをして、今までに4000万台以上が販売されています。その2位というかね、ライバル1位を争う車が VW ゴルフ、ドイツのね、フォルクスワーゲン。こっちがね、1974年デビューで、今までにね、3500万台以上が販売されているとのことです。一時期はね、ゴルフが後から出てきて、で、カローラをね、ぐんぐん上回ってる時期もあったそうなんですけれども、また今ね、カローラが1位の販売台数を取っていて、差もね、それなりにあるといった感じになっています。これはもうね、もうこれはね、カローラっていう社名は変えられないでしょうと。変えた瞬間ね、後から出てきた車に抜かれて、そう、いずれはね、落ちぶれていっちゃうということがもう目に見えていますから、もうカローラという社名で出し続ける。もうこれはね、もう運命というか宿命なんでしょうね。ちなみに、モビリティ全体で言うと、バイクとかも含めるとね、一番売れてるのはカブということで、ホンダのスーパーカブ 50cc がね、なくなるということで今話題になっていますけれども、そのカブがね、1958年デビューで、累計は1億台以上となっています。株のね、1億台っていうと、なんかすごそうというかね、なんとなくそんな感じなんですけれども、その半分近くを売っているカローラっていうのもね、すごいですよね。株の、半分ぐらいとしても、金額は10倍ぐらいですからね。いつの時代もそのくらいだったのかな。金額10倍のものが半分ぐらい売れているとしたら、やっぱりね、すごいですよね。ちなみに、フォルクスワーゲンゴルフはもうちょっと高いんでしょうけれども。でね、カローラという社名の意味は、花の冠を指すそうです。人目を引く美しいスタイルのハイコンパクトカーという意味がね、込められているそうで。では次いきます。次のテーマは、サプライヤーと乗り味。サプライヤーってね、部品屋さんのことを指します。自動車メーカーって部品を仕入れてきて、それを組み立てるなんていうのもね、一つの仕事です。自社内設計とか自社内生産といっても、実はね、どこかと共同開発だったりとか、生産を任せているなんていうこともね、結構ありまして、車とね、切っても切り離せない関係がこのサプライヤー、部品屋さんです。でね、これもね、すごく日本人として誇らしいというか、世界に名だたるね、サプライヤーもいっぱいあります。トヨタと関係ある企業がね、世界シェアを争っている。愛信、デンソー、JTEC と、それからアドビックスとかが有名かな。トランスミッションとかのね、愛信、それからナビとかのデンソー、あと、電動パワーステアリングの JTEC と、そしてブレーキのアドビックス。それからね、直近ですと、ブリヂストンがね、サプライヤーのシェアナンバーワンとかになっていますけれども、やっぱりね、日本企業です。で、これらがね、ドイツで言うと、ボッシュとか ZF っていうね、もう超有名な、もう誰でも知っているようなね、企業と1位を争う。世界シェアでね、勝ち負けを演じている。もうね、このあたりがね、すごいいいですよね。もう本当自分の親とかおじいちゃんの世代までわかんない、知ってるのかな。そうしたね、昔から続く有名なね、ボッシュとか ZF と、競い合う。伝送のナビとかね、最強だよなんて最近は言い方もされるのかな。カロセリアとかね、アルパイン、ケンウド、そういった時期もありましたけれどもね。今、伝送なのかな。そういった身近なところを含めてね、トヨタと関係のある企業がね、世界シェアを争っている。で、これを知れてきて組み立てたりとかするんでね、結構似ているところもあったりするよと。で、ゴルフもね、みんなすごいすごい言うけれども、じゃあカローラとかね、カローラの派生車種、プレミアとかアリオンまで含めてかな。その辺と比較したときに、そんなにね、どこまですごいかっていうと、意外と自分はね、あんまり変わらないポイントもあったりなんかすると思いますし、それから似ているとね、思った部分もあります。
それがね、ハンドルの回し心地とか乗り心地に関する部分で、例えばそのハンドルの回し心地、これね、すごいハンドリングなんていうところにもとか、あと上質感にも関わってきまして、もうめちゃくちゃ重要なところ。で、これがね、フォルクスワーゲンとトヨタで似てるよねなんてね、思った時があります。今も結構似てるのかな。6型、7型ゴルフの時代とか、その時代のトゥーランとか、バリアントとか、あとシロッコとかね、その辺から見て、で、トヨタの電動パワーステが主流になってきた、10年前、15年前、その時トヨタのね、それに乗って、あれこれフォルクスワーゲンみたいじゃないっていうのをね、感じたのを覚えています。ハンドルに伝わってくる反力の変化とか、変化が少ないところか、変化が少なくて、それからあと路面の衝撃をね、すごく打ち消してくれるところ、この回し心地とかの感触がね、結構似ているななんて思ったのをね、今でも覚えています。乗り心地に関してでもね、ドイツ車というとすごい硬いイメージがありますけれども、例えばゴルフで言うと、トレンドライン、コンフォートライン、ハイライン、GTI、それから R なんてある中で、この一番下のトレンドラインなんかはね、もうすごく柔らかいんですよね。意外とレビューで出てくることのないグレード。で、このトレンドラインに乗ってみると、6型、7型とかもすごいこう柔らかくて、ちょっと雑にね、コーナーとかで雑にクッと切るとグラッといっちゃうようなね、そうした足回りでした。こういったあたりもね、そのトヨタとか国産車、言ってみればカローラとかと、そんなに変わらないんじゃないなかと。ごめんなさい、今日列回ってないね。そう、その柔らかさから来るところなんかはそんなに変わらないんじゃないかと。車はお詳しい方とかね、違いのわかる方でしたら、やっぱり違うんでしょうけれども、自分レベルですとね、意外と似ているところというか、国産車らしいなと思うところがあったりしました。ハイラインになるとね、やっぱりゴルフしっかりしてきて、でもそこにはお値段の差ありますし、あと R なんてなってくるとね、ゴルフ R とかシロッコ R、そのゴルフの3ドア版のね、シロッコ R とかになってくると、前輪駆動なんですけれどもね、コーナーでアクセル全開にすると、FR みたいなね、挙動を示したりとかして、こうね、ぐっと内側にこう引っ張られていくようなね、感じが出てくる。このあたりが電子制御サスペンションと、それから電子制御 LSD によってこうもたらされていまして、すごいなと思った時があります。で、自分も乗っていて、でも今カローラもね、GR カローラなんていうね、すごいのがあって、きっとね、世界に出たら、日本以上にね、うわこんなすごい車があるよっていうのが、もう本当日本以上に車に対して興味が強い国なんかでとね、言われているんじゃないかと、想像しただけでやっぱりこれもね、嬉しくなりますね。で、そうだね。あと、そっか、リセールか。日本車っていうと、耐久性とか壊れても直しやすいとか、部品が手に入りやすいとか、あと国内ではね、リセールいいっていうのはね、容易に想像つきます。逆に言うとね、ちょっと輸入車はリセール弱いんですけれどもね。で、そのシロッコ R の話で言いますと、新車で530万だったのかな。それが何年か乗って、200万弱で売却したんですね。普通の買取業者に売却しました。で、そこでね、300万円以上起こっちゃいまして、でも、カローラっていうとね、特に今、カローラクロスでサンルーフ付きの車は、1年落ち、2年落ちだと、ほぼ新車ぐらいで売れるなんていう風になっていますからね。もうめちゃくちゃすごいですよね。で、ツーリングもカローラシリーズの中ではすごく人気のモデルということで、多分ね、リセールもそんなに、少なくてもね、悪いということはないんじゃないかなと思います。そうした部分、その耐久性とか直しやすさとか部品の手に入れやすさとか、そうした部分はね、ちょっとやっぱり日本にいるとわからないところで、でもどうなんでしょうね。本当にそうだから世界で受けているとか、古くてもね、乗られているトヨタ車が多いというのは、あるのかもしれないですね。で、日本にいてわかるのはというところで、価格と商品規格に関する話をさせてください。カローラっていうとね、やっぱりこの価格めちゃくちゃ魅力です。このツーリングに絞っても、デビュー当時はね、1800cc で200万円、199万円スタートでした。もちろんね、4気筒の 1800cc。で、ビッグマイナーチェンジで 1500cc の3気筒が中心になりまして、そこで大きく変わったんですけれども、価格のね、アップが最小限でした。変な話してるようですけれどもね、
この何年かで車ってもう年々上がってきている。毎年ね、商品改良もしくは価格改定とかで10万円ずつ上がってきている車も珍しくない。そんな中でカローラツーリングは、エンジンのね、質とか、言ってみれば原価みたいなところが下がったとしても、そこを下げたとしても、価格をね、キープしてくれている。今も210万円スタートで、今日映してるね、カローラツーリングもグレード G の230万円程度のね、車です。この値段でナビもついている。ほんとね、もう間違いなく C セグメントで、ミドルクラスとね、でも誰しもがミドルクラスと思えるようなクラスの車が、230万円スタート。で、もう40万円ぐらい出すとハイブリッドも選べてくるというところでね。やっぱり商品の企画って、いい部品を使えばいいものはできるみたいなところはね、自分もやっぱりこう会社経営しているとあります。それはそうね、何でもそうなんでしょうけれども、でもやっぱりね、このクラスを守る、価格帯を守る、ここがね、やっぱりこうすごい、そして受け入れられているところなんじゃないかと。いいのが欲しければね、もっと上のクラス買ってよと。じゃなければ、ほんとね、例えばこうコンパクトカーに何でもつけて300万、何でもつけて400万、いずれ500万とかなっていったら、もう上のクラスの存在意義がなくなっていってね、もう車のラインナップ自体が縮小していくでしょうし、そうならないためにね、こう頑張っているのがトヨタなんじゃないかと。乗り味とか細かいところのね、気が抜けているところとか、よく言われるところがありますけれども、それはね、もうそれはもうね、やっぱりね、もうああだこうだいう意見に耳を聞かずして、こう自分のね、こう、プロとしての専門家の理想を貫いているところはね、もうすごいなと思います。で、どんなに凝っていないとしてもね、ハイブリッドシステムなんかはもうトヨタめちゃくちゃすごいですから、なんかね、ちょっと目にしたんですけれども、トヨタのハイブリッドシステムのこう動かすための制御プログラム、いわゆるコードというのがね、1億行あるんですって。自分もやっぱりこうホームページ作ったりとか、中にプログラム埋め込むので書くんですけれども、そうするとね、1億行なんて膨大ですよね。ちょっと修正するにしてもどこをどうしたらいいか。もうそれだけ探すだけで大変になっちゃうようなね。そうした感じです。でね、あとこれで見た目の話に戻って、カローラツーリングね。もう特別感なくて、でもやっぱりスタイリッシュといったところが、これがやっぱり多くの人にこう評価されるポイントなんじゃないかと、好き嫌い分かれないですし、見てすぐから馴染みますし、それから時間的耐久性っていうのかな。ずっと見てても多分そんなね、古ぼかしさを感じにくいというかね。やっぱりこう、最初違和感を感じるぐらいで、1年後、2年後かっこよく見えるっていうボディデザインもいいものですけれども、トヨタ車のね、そうしたラインナップの中でも、このカローラシリーズはね、初めて見た時から、あとね、出て5、6年経った時に見ても、もう全然いいなと思えるところが、自分の思うところです。すいません、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。